長司君はどう思う？それしかないか、やっぱ。おそらく言っても問題ないだろうな。でも日暮茜が収容されているのはおそらく一番地の息がかかった病院だ。奴らはオーファンやチャイルド、姫の存在を隠蔽するために目撃者の記憶を操作することがある。日暮茜の姫に関わる一連の事件に対する記憶が消去されている可能性は大だろうな。そんな、カズくんのことも忘れさせられちゃってるっていうの？ひどい。そういう奴らだ。私、お見舞いに行くね。舞ちゃん。やっぱりほっとけないもの。私、決めたの。さくやちゃん、止めても無駄だからね。だったら、私も行く。舞が行くなら私も行くぞ。みどりちゃんも来てくれるよね。私？ああ、もちろん。どこへだって行きますとも。先生、いけません。お姉ちゃん、私。もし私が戦いに負けて、大切な人を亡くして、それなのにそれに気づかずに毎日を明るく生きなきゃならないとしたら、それって、そこに生きている私って、本当に私なの？
姿勢維持と攻撃の侵入角にまだ若干のブレを確認しました。次は外さないもん。お父様に期待しております。だってごきげんよう、マルキュールの皆さん。アリッサ・シアーズ。彼女たちも姫だったっていうの？いや、そんな情報は。1、2、3、4。たくさんいるね。ちょうどいいや。この好機を逃すわけには参りません。失敗は許されません。だっているよ。ミルター、姫だったの？現在19時18分、日没まであと5分。現時刻をもってラグナロック作戦を開始します。時葉舞、久我夏樹、稲木誠、杉浦みどり、天川さくら以上5名を除く方々が速やかにこの場から退去してください。気になさい、マルキューレたち。マルキューレ？マルキューレって？
ないといけないの。アリサ、絶対に立派なワルキューレになるから、パパのためにも。アリサ様、メタトロン。わかってる？見せてあげる、私のガーディアン。我が前に、メタトロン！大きい。チャイルドか。チャージクロームマテリアであれが見えるだろ。お前と会話している暇はない。何今のそれでも攻撃しているつもり？少なくとも見かけ倒してはないよ。それがお前のチャイルドか。マイ、お前もだ。早くしろ。カグツチならばあいつとも互角以上に戦えるだろう。嫌よ。なんだと？たとえそうだとしても、あの子にだって、アリッサちゃんにだって大切な人がいるはずだよ。この後も及んでそんなことを。このまま自分が死んでもいいのか？
かしこまりました。こっちを見なさい。やるね。100点を連呼。
何してるの？まあいいわ。まとめて相手になってあげる。メタトロン。チャージクリムゾンマテリア。よくも。この子の本気を見せてあげる。あんなに高くまで。食らいなさい、ワルキューレたち。同じ手を。どれだけ速くとも何度も見せられれば食らいはしない。そうはいかないよ。よし。なんだと？あなたたちが何をしたところで無駄なんだから、いい加減諦めなさい。ディランだけでは火力が足りない。私が援護するから誰か直接あのデカブツを叩きに行ってくれ。
行くぞ、デュラン。確かにまだ試していないのがあったよね。やってみるか。デュラン、チャージゴールドバタリアン。先生？メタトロンの3段をエレメントで防いだっていうの？上出来だ。少し下がってろ。デュラン、チャージゴールドマテリア。余計な邪魔ばっかり。次のはもう何をしたって絶対に防げないんだから。さあメタトロン、最大出力。
わかったわ。お兄ちゃん。やはり、説得など無駄だったな。さっさとどけ！メタトロン、みんな吹き飛ばして！
様、姫星から流れ込む力がオーバーフローを起こし、体組織の崩壊が始まっています。いけません。メタドロンへもうこれ以上力を送ってはなりません。サイコメンタルプロトコルを早く切断なさってください。できないよ。では、メタドロンを強制的に収容してください。工事物質化を解除してください。そうすれば。ダメなの。止まらないの。止まらないんだよ。アリッサ様、アリッサ様。ダメなの。吸われてる。そんなに吸わないで。やめて。すぐにカットを。できない。もう。アリッサ様の工事物質化能力を一時的に凍結させます。間に合わない。アリッサ様、アリッサ様。アリッサ様、アリッサ様、アリッサ様、アリッサ様。コード409、アリッサシアーズの緊急蘇生処置を実行。エラー。処置は失敗。コードを再試行します。エラー。アリッサシアーズの死亡を確認。主を失ったチャイルド。やはり逃走してるんじゃないの？おそらく目につくものを襲ってくるはずだ。危ない！その力はこういう時にこそ使われるべきでは。みんなで戦っている今こそだ。みんな戦っているのに不戦協定で今日は集まったのよ。私一人だけ協力しないのは。
れ様でした。何みんな辛気臭い顔してんのよ。戦いには勝ったんだからいいじゃない。ほな、うちはこれで。今日のことはあまり気にせんとくんがええなんとちゃいます？いろいろあったけど、海水浴自体は有意義なものやったと思いますえ。ほら、みんな元気を出して。結束を深めるための集まりだったとしたら、成功だったんじゃありませんか？ああ、そうだよね。私もそう思うよ。お兄ちゃん、私たちも帰ろう。京二くん。今日来なかったナオには、私から伝えておく。やだな、もう。みんな大丈夫だよ。力を合わせて何とかしていこう。お兄ちゃん、まだ起きてる？今日はありがとう。あかねちゃんのことで、頭の中、真っ白になったけど、いろいろ落ち着いたよ。舞ちゃん、大丈夫かな？お兄ちゃん、舞ちゃんのことは詳しいんだね。なんだか悔しいな。なんちゃって。それじゃ、おやすみなさい。
野先生くらいだし。昨日の子、アリッサちゃんだっけのことも気になるし、一体昨日何が行われようとしていたのか。それに、戦いにかけていたのが自分の大切な人の命だったなんて。先生。おはようございます、高村先生。それに、時葉さん。おはようございます。はい。三星海岸での出来事ですよね。しかし、彼女は予期せざる存在でした。姫といえば姫。しかし、そうでないといえば、間違いではありません。どういうことですか？高村先生、一つお伺いしますが、あなたはシアーズ財団の斡旋でこの学園に来て、姫伝説について調べていった。間違いありませんか？シアーズ財団は近年我が校のスポンサーとなった企業です。それはアリッサ・シアーズさんが在籍していたことでもお分かりでしょう。一番地はその時点で彼らの計画に気づくべきでした。私が伺っている報告では、シアーズ財団及びアリッサ・シアーズさんは強制的に星読みの舞に介入する計画を進めていたようです。あなたたちも聞いているはずです。地球に迫ってきている姫星の話を。それを返す儀式が星読みの舞と呼ばれるものです。じゃあ、やっぱり本当のことだったってこと？アリッサ・シアーズさんは、シアーズ財団が遺伝子操作で人工的に生み出した姫だと伺っています。結果を聞く限りでは、それもまだ不完全だったようですね。アリッサ・シアーズさんの幼い体では、姫の能力は制御不能。チャイルドの暴走とともに、アンドロイドと配送。シアーズに回収された後、死亡。私たちに何ができましょう。物語はすでに始まっているのです。
それを止めることができましょう。そんな、あんな小さい子までが犠牲になってるっていうのに。物語を進めているのは私ではありません。私だって報告を受けたのはついさっきのことなのですから。どうして私たちが戦わなきゃいけないの？どうしてこんなことに巻き込まれなきゃいけないの？すべては守るため。姫星が近づいているのです。戦うことを決めたのはすべて皆さん本人の意志だったはずです。大切な人を守りたいなら、時葉さん、あなたにだって戦いを選んだのはあなた自身のはず。チャイルドを呼び覚ますまではあなたもごく普通の生徒と同じだったはず。だってあの時は。でも誰も今みたいなことは望んでなかった。大切な人をかけて知ってる人間同士で戦うなんてやっぱりおかしい。これは古くから行われてきたことなのです。長い年月の間、たくさんの姫たちの思いを犠牲にすることで、姫星衝突の危機を回避してきたのです。でも、だからって、拒否をする権利はあった。しかし、これはあなた自身の思いが選んだのです。あれは、私は、申し訳ありません。運命の歯車は回り始めてしまったのです。私は戦わない。戦いたくなんかない。誰のことも傷つけないわ。こんなのまっぴらよ。天川教授はおそらくシアーズに。天川咲也さんのお父様です。彼はシアーズによっておそらく監禁されていると思われます。姫伝説に目をつけたシアーズ財団は、その研究の第一人者である天川教授に研究調査を依頼した。しかし、姫伝説の仕掛けとシアーズの目的を知った教授は、おそらくシアーズを裏切ろうとした。情報漏洩の防止と研究の続行のために教授を。彼らは残りの現地調査と風花学園の状況を把握しておかなければならない状況だったのでしょう。したがって、教授を監禁後、行方不明ということにして、あなたに公認を任せた。それを利用と呼ぶならそうかもしれませんが、利害は一致していたと思います。もっとも、天川教授の監禁については不確定情報ではあるのですが、
ちらにしろ。姫星が地球に迫り、姫同士が戦わなければならない事実は変わりません。アリッサ・シアーズさんは、本来予定されていたこととは違う結末を迎えた。ただそれだけです。どうかご理解を。何でしょう。あなたは、ただ姫伝説の調査に来られたのでしょう？でしたら、このまま気の済むまで研究を続ければよいのではありませんか？どうしてそうする必要がありましょう。シアーズ財団が何をしようと、当学園とは何ら関係はありません。星読みの舞は、私が進めているわけではありません。アリッサ・シアーズさんの件は、先ほど申し上げたように、結果の一つに過ぎません。高村先生が、我が学園に在籍することを望まれないのならば、止めはいたしませんが、できれば、このまま教師として、評判はいろいろ伺っていますよ。生徒の方々にも人気があるようですし。話がしたかったから。結局、全部本当で、姫同士は戦わなくちゃいけないってことなのね。実は、匠のことなんだけど。今度匠が10歳の誕生日を迎えるの。何わけのわかんないこと言ってるの？匠ね。匠、本当は5歳か6歳までしか生きられないって言われてたの。でもあの子、頑張って、入院生活も治療も手術も頑張って、なんとか9歳まで生きたの。私この前、あの子に誕生日のプレゼント何がいいかって聞いてみたの。そしたら、なんて言ったと思う？連れて行ってほしいって。ずっと昔にね、私も小さい頃に家族で海に行ったことがあるの。でも、あの子は小さすぎて何も覚えて
話をするから、そのせいだと思うんだけど。多分、お医者様が大丈夫って言うなら、きっといけると思う。あと、これはなんとなくなんだけど、きちんとした外出をすることで、自分はこんなに元気になったって言いたいんじゃないかな。私がずっとあの子を子供扱いしてきたから。子供なんだからおとなしくしなさい。子供なんだから言うことを聞きなさいって。したくてそんなことを言ったんじゃないと思う。多分自分が病気でいつも誰かに頼りっぱなしだったから、せめて気持ちだけでも大人として扱ってほしくて。あの子は今までずっと頑張ってきたの。それこそ私の苦労なんか比べ物にならないくらい。子供じゃない。むしろ私なんかよりずっと一人前よ。だから私は匠が10歳になったらちゃんと海に連れてってあげるって言ってあげたの。もちろんお医者様の許可が下りたらだけど。だから先生、あの子の誕生日一緒に海に行ってもらえないかな。あの子も先生が来てくれたらきっと喜ぶから。本当？よかった。ありがとう。ごめんなさい。私ったら調子に乗って。ちょっと、何笑ってるの？だから私、戦いたくないの。匠のこと、死なせたくないの。匠がいる限り、大切な人がいる限り、私は戦えないよ。相談だね。どっちでもない。違います。
スがおかしくて。なんていうか、あの子元気なの？なんていうか、元気っていうか、ご機嫌っていうか、だけならいいんだけど、あの子最近帰りが遅かったり、昨日も電話でちょっと連絡よこしただけで帰ってこなかったの。はい、それはいくらなんでもない話じゃん。なんであの子が私よりも先に。私も心配ないとは思うんだけど、やっぱりね、ルームメイトだしね。それに人の心配をするのは性分なのよ。まさか誰かが戦ってる？もっと本気出しなさいよ。そんなんじゃつまんないって。何？バトルですよ、バトル。見たらわかると思いますけど。同じ手ばかり通用すると思うな。ねえちょっと2人ともやめてよ。なんで戦ってるのよ。やめなさいよ。邪魔だ。戦う気がないなら失せろ。ねえやめようよ。なんで戦うのよ。みんなで約束したじゃん。遊びには付き合ったが、そんな約束をした覚えはない。そんな。でも意味もないのに傷つけ合って何になるの？姫星なら他に何か方法があるかもしれないじゃない。意味がないだと？誰もが無意味に戦っていると思うな。私には私の理由がある。姫星など関係ない。私の邪魔をするな。けどだからってちょっとトキア先輩、邪魔しないでもらえます？今は私とそこの人が戦ってるんですから。ナオちゃんもやめようよ。こんな意味もなく傷つけ合うだけの戦いなんて。意味なんかはないですよ。先輩だって聞いてるでしょ。最後に残った姫には強大な力が手に入る。それに面白いじゃないですか。こんな刺激的な遊び、なかなかやれるもんじゃないですよ。
誰もがお前のように意味がないと感じていると思うな。誰かに言われたからではない。ましてや意味だからなどではない。私が戦うのはそこに理由があるからだ。ゲラン！その犬みたいなのにヘナチョコ攻撃なんて効きませんよ。ほら早くしないとどんどん不利になっていきますよ。心臓でもおでこでも好きな方。くそ。いつまでもやられてばかりいられるか。そんな攻撃効かないって。そんな。しても関節までは強くはならんで、調子に乗ったお前たちの負けだ。もう少し頭を鍛えたムカつく。ちょっとだったのに。調子が悪かったから今度あったら次はないと思ってな。まだいたのか。邪魔だと言っただろ。夏希、言っただろ。私には私の理由がある。貴様にそれを邪魔する権利はない。理由って言う必要はない。ただ私はそのためにはどんなことだってする覚悟だ。先生、どうしたらいいのかな。戦っても戦
戦わなくても、誰かが傷ついちゃうのかな。まだ悩んでるんだ。言ったでしょ。運命からは逃れられないって。舞ちゃんも大切なものをかけたんだからさ、潔く諦めて。私は戦わない。戦いたくない。おお、怖っ。じゃあこのまま星がぶつかってもいいんだ。みんなは結構乗る気みたいだよね。戦う理由はそれぞれ。それに大切なものを守るためにはいずれは戦わなければいけないんだ。無意味無意味。みんな自分にも他の姫にも戦う力があることを知っているんだ。お互いを完全に信じきることだってできないさ。オーファンは姫たちに戦う力を教えるための存在だったって知ってた？みんなには戦ってもらわないと困るからね。戦いに勝ち抜き最後に残った姫だけがこの国を救えるんだからね、舞ちゃん。そんな方法があったら、どうして過去にしなかったの？どうして未だに、こんな馬鹿げた戦いをやってるの？ごめんなさい。神社、いつもね、匠が早く良くなりますようにって祈っていたの。この町に来てからずっと欠かさず、朝にできなかったら夜に願掛けしに来たりして、してたのにね。でもそうだよね。まだ方法がないって決まったわけじゃ。どうしたの？最近元気ないよね。あのことだよね。あ？大丈夫だよ。やっぱりみんな戦わない方が賢明だって分かってるんだと思う。舞ちゃんも言ってたけど、お互いの大事な人傷つけてしまうの。大丈夫だよ、きっと。高村様、お帰りなさいませ。夕食の支度できておりますよ。はーい、食べよう食べよう。
しょ。ムーの別冊が本日発売のようです。申し訳ありませんが、僕に一冊買ってきてくれませんか？何してるの？こんなところで。匠？私は匠に注文してた雑誌を取りに行くようにって。そろそろお姉ちゃんとは会えましたか？もう少し2人は仲良くした方がいいと思って。だからたまにはデートでもしてください。匠ったら。どうって先生は？でも匠のことだから多分次に会った時に根掘り葉掘り聞かれる。何もしないでいたらずっと文句言われるかもしれない。お姉ちゃん、おとなしくデートを楽しんできてください。せっかく僕がここまでしてるんだから。だってそれくらいなら。で、なんでここなの？変なことって何よ？変なことって。お言葉に甘えまして、すいません、スイーツのメニュー右から全部。何？文句ある？としてはこれでも私のことを考えてしたんだろうなって。まあ別に私が先生とデートをしたかったってわけじゃなく、匠ったら自分のことより人の心配ばっかりして。だか
匠のことを考えると、やっぱり戦えない。あの子を守るために戦うって言っても、それは同時にあの子を危険にさらすことになるんだもの。かぐ土の力は強い。多分、夏希やみどりちゃんのチャイルドなんか、比べ物にならないくらいに。そう思うと、余計に戦えない。匠を守る力は、同時に、他の誰かの命を奪う力だもの。でも、皮肉なものよね。かぐ土はすごい力があって、戦えば、匠を守ることができるけど、その力で、匠を病気から救ってあげることはできない。私は、無力だ。そうかな。ありがとう、先生。結局、どうすればいいかなんてわかんないし、何が正しいのかもわかんないけど、今はこうしていることしか思いつかないから。ねえ、先生。せっかくだから腹ごなしにどこかへ連れてってくれない？どこかってどこかよ。どこでもいいから先生の好きなところに私を連れてって。あら、先生は私がお相手では不満？今は夏休みだし、固いこといい子なし。いらっしゃいませ。先生。今日もコーヒー？マイバーディー。ランチ限定のメニューはこちらです。のことだけじゃないんだけどね。あまりうじうじしても仕方がないし、今のところ誰かが戦ったとかの話も聞かないし。このまま平和になってくれればいいんだけどね。だといいね。じゃあ先生はその分一生懸命星の回避について調べてね。はーい、ただいま。
初めてだよ。もしかして遠い国にいるのかな。まったくもう困ったお父さん。こんな研究やめちゃえばいいのに。だって私にもお兄ちゃんにも心配かけてひどいよ。私、お父さんがいなくなってもいつものことだからって思うようにしてるけど、本当はすごく心配なんだよ。いつか突然ただいまって帰ってきてお土産をたくさんくれるんだって思って頑張ってるんだよ。ねえ、お父さんどこかで怪我とかしてないかな。どこかで悪い人たちに捕まってたりしないかな。もしどこかでひどい目に遭わされてたり死んじゃってたりしたらどうしよう。お兄ちゃん、お父さんどこにいるの？会いたいよ。ごめんね、お兄ちゃん。私やっぱりお父さんが大事なの。お父さんに何かあったら私そうだよね。月読みがいる限りお父さんは無事なんだよね。お父さんを守ってね、月読み。ミュウミュウ。私だってお父さんを守るためには頑張るからね。師匠、いらっしゃい。もう調子よくてもあまりはしゃがないの。僕はしゃいでないよ。ねえ師匠、見て見て、ほら、ムーに乗ってた折り鶴作ったんだ。すごいでしょ？師匠に見せたくてちょっと頑張っちゃった。ほら匠、ちゃんとベッドの中に入ってなさい。いくら調子よくたって発作でも起こったら大変なんだから。平気だよ。このところ熱もほとんどないし。それでも、子供はちゃんと言うことを聞きなさい。はーい。この前
ソコソしてたし。あんたまさか何か隠してるんじゃ。何も隠したりしてないよ。師匠も明日は来てくれるんだよね。明日になったらお姉ちゃんにはもう僕のことを子供だなんて呼ばせないよ。はいはい、それは何度も聞きました。でも10歳になったからってしっかりしなきゃ意味がないんだからね。うん、分かってる。じゃあ高村先生、ちょっと主治医の先生のお話聞いてくるから匠のことお願い。師匠、実は明日のために計画してることがあるんだ。今は内緒だけどね、お姉ちゃんをびっくりさせたいから。熱もあまりないしね。海に行く話は先生にも許可はもらってるし。本当に？どんなプレゼント？師匠の選んだものならきっと僕が大好きなものだもんね。楽しみにしてる。ただいま。一応今くらいの調子なら少し散歩に行くくらいはいいだろうって。やったね。匠、起きて食べていいよ。お姉ちゃん、いつも面倒かけてごめんね。何言ってんの。あんたは私に迷惑をかけてなんぼなんだから、そういうことは言わないの。でも時々僕がお姉ちゃんの足手まといになってたりしないかなって思って。匠、冗談でもそういうことは言わないで。あんた大人になるっていうならそういう弱虫のことを考えるのはやめなさい。ごめんねお姉ちゃん。僕治ったらきっとお姉ちゃんにたくさん恩返しするからね。楽しみにしてる。たっぷりとこき使ってあげるから。そうだね。はい、これは先生の分。あ、僕もそっちがいい。してみるとやっぱり2人は仲がいいよね。恋人みたい。またその話？もうこの前みたいなことはやめてよね。結構楽しかったって言ってたじゃない。意地張るのはやめようよ。誰が意地なのか。
で出かけたことが楽しかっただけで、別に先生と一緒にいたのが楽しかったっていうわけでは。お姉ちゃん顔赤いよ。もう知らない。
先生。先生、匠が。と一緒に探したの。そしたら牧場の隅っこで倒れてるのが発見されて。起こしかけてるんだって。すごく高い熱が出てて、長時間雨に打たれてたのが原因だって。今すごく危険な状態だって。お姉ちゃん。匠、気がついたの？匠！ごめんなさい。師匠もごめんなさい。せっかく来てくれたのに。どうしてこんなことに。ごめんなさい、お姉ちゃん。僕、どうしても守らなきゃいけないものが。今は随分楽になったから大丈夫だよ。お話ししてた方が楽だから。守らなきゃいけないものってあれのこと？お姉ちゃんにプレゼントしたくて。バカ、なんで私へのプレゼントなのよ。今日はあんたの誕生日じゃない。僕が今日まで生きてこられたのはお姉ちゃんのおかげだもん。だから僕が誕生日を祝ってもらう代わりに
の。お礼なんていらないのに。僕がお礼をしたかったんだ。お父さんもお母さんも死んじゃって、僕にはお姉ちゃんだけだったから。本当はこんなに長く生きられるって思ってなかった。僕が10歳になるまで生きてこられたのはお姉ちゃんのおかげだって思ってる。それで僕、お姉ちゃんに何かプレゼントしようと思って、師匠に借りたノーに昔の土人形の作り方が載ってて、粘土で人形を作って大切な人に送ってたんだって。結構よくできてると思わない？初めてにしてはよくできたと思うんだ。今日に合わせて屋上で乾かしてたんだけど、夜に雨の音で目が覚めて、濡れたらダメになっちゃうから、一生懸命走って屋上まで上がって、でも屋上に着いたところで倒れちゃったみたい。倒れちゃったみたいじゃないわよ。人形なんかまた作ればよかったじゃない。人形の代わりにあんたがダメになっちゃったら意味ないじゃない。僕の誕生日のお祝いのお返しがしたかったんだ。だったら来年でも再来年でもそんなのいつだってできたじゃない。僕、自分の体のことだからわかるんだ。今だって生きてるのが不思議なくらい。ただただ毎日運が良くて生きてこられてるだけだって。来年だって生きてられるかわからない。だったらって。何言ってんの。あんたが死ぬはずだった年よりずっと長く10歳まで生きられたんじゃない。これからだって生きればいいじゃない。今まで通り2人で頑張って生きればいいじゃない。大人になるんじゃなかったの？ 10 歳になったら私にバカにされないように大人になるって約束したんじゃないの？何弱気になってるの？何子供みたいなこと言ってるの？ごめんなさい。海、行きたかったな。何言ってるの？治ったらいくらでも行けるじゃない。海、行きたかった。10歳の誕生日にお姉ちゃんと師匠と一緒に海を見たかった。けどこのまま大人になれないまま僕は死にたくないよ。こんなベッドの上で死にたくないよ。眠ったら二度と目が覚めないような気がして。お姉ちゃん、怖いよ。わかった。匠、海に行こう。約束だったもんね。誕生日に海に行くって約束したもんね。それで一人前になるんだって約束したもんね。その
代わり。帰ってきたらちゃんと頑張って直すのよ。ありがとう。お姉ちゃん。いいの。何も言わないで。わかってるから。私だってわかってるから。今、匠の夢を叶えてあげなかったら、私も匠も一生後悔するような気がするの。ごめん、先生。ちょっと胸を貸して。先生、ありがとう。もう大丈夫そう。匠、お待たせ。お医者様の許可をもらってきたわよ。ありがとう、お姉ちゃん。師匠も一緒に行ってくれるんだよね。
らい大きくなれるといいな。頑張るよ。師匠、誕生日のプレゼント何を買ってきてくれたの？すごい。それって組み立てると球体になるパズルだよね。僕が欲しかったものだよ。すごいよ。僕も欲しいものが出るなんて。やっぱり師匠はすごいや。ほら、たくみ、着いたよ。綺麗だね。お姉ちゃん、ありがとう。今日は最高の誕生日だよ。お姉ちゃんと師匠と一緒にこんなに綺麗な景色を見られるなんて。お姉ちゃんも嬉しいよ。いつもの誕生日を迎えられて。思い出すね。お父さんたちと海に遊びに来た時のこと。お父さんとお母さんはいないけど、師匠がいてくれるから寂しくないや。お姉ちゃんの体、あったかい。それに柔らかいね。ちょっと何言ってんのよ、あんた。僕はもう大人だからそんなことも言っていいんだよ。どこでそんなこと覚えたのよ。師匠がずっと前にほんのちょっぴり。先生、匠に変なこと教えないでください。
しくなったからちょっと休むだけだから。師匠、明日熱が下がってから一緒にパズル作ろうね。それ面白そうだね。僕負けないよ。シルバー詳しいんだから。師匠、お兄ちゃんもよろしくね。今日はすごく楽しかったよ。一生の思い出になる素敵な誕生日だ。おやすみ。匠は幸せだったのかな。ごめん、先生。もう一回胸を貸して。
しもし。姫。舞ちゃん、ちょっと来てもらえない？みどりちゃん。いやー、なんか突然、みことちゃんが襲ってきちゃってさ、私の話全然聞いてくれないし、めちゃめちゃ強いのよ。このままじゃ、私もやばいかなーなんて思ったりして、うわっ！学生法！ちゃんと私を守りなさい！できれば、助けに来てほしいなーなんて。ごめん。私、もう姫じゃないから。助けに行きたくても、そんな力ないから。ちょっと、舞ちゃん？それどういうこと？ねえ！みことに襲われたって。無理だもの。今の私には無理だもの。助けに行きたくたって。もう私には力はない。姫の力はないもの。匠は死んじゃったんだから。私にどうしろっていうの？たった一人の弟が死んで力もなくなって、ようやく姫じゃなくなったのに。私にはもう何にも力は残ってないんだから。誰も守れない。誰も救えない。先生、まさか。だって戦う力なんて先生にはないじゃない。先生。
先生。お参り。匠がちゃんと天国に行けますようにって。僕が生み出していたことは認めよう。でもそればっかりじゃない。オーファンっていうのはね、もともとチャイルドと同じ人の思いが作り出したものさ。この世に渦巻く人々の思いのうねり、行き場のない思いが姫星の影響を受けてオーファン化することがあるのさ。先生なら詳しいと思うけどさ、西洋東洋問わずに長い間人々に伝えられ続けることで、名前や形、役割を持った存在、心当たりあるでしょ。当たり。そういうのも元をたどればオーファンやチャイルドとほぼ同一のものだったりするんだな。さあね、僕には何とも。先生たちどこかで誰かの恨みとか買ってない？もしくは誰かの伝えきれなかった思いがオーファン化したんじゃない？ま、どっちにしてもあれ倒さないと大変かもね。もうすぐ追いついてくるよ。それじゃ頑張って。先生、追いつかれちゃう。先生。でも。先生。
すごく怖くて。それで、先生が怪我をしてるのを見て、匠が死んじゃった時には、私の大切な人、もう先生になってたんだね。匠、少し怒ってるかな。自分が私にとって一番じゃなくて。ありがとう、先生。なんだか変な気分。あんな感じで自分の気持ち知られちゃって。先生は気にしなくていいから。私だって、影土が出てきた時、ようやく気づいたくらいなんだから。土は強いね。呼び出した私が怖くなるくらい。あの力があれば、どんな化け物がやってきたって、きっと負けないよね。あんな強い力なのに、先生を守れる力なのに、匠を救ってやることはできなかった。匠、きっと私のことを恨んでる。弟一人助けてあげられない私を恨んでる。匠の本当の気持ちはわからないわよ。ナギがさっき言ってたじゃない。オーファンは行き場のない誰かの思いが化け物になったものだって。また戦わなきゃいけないの。誰かが私を狙ってきたり、恐ろしい影土を呼び出したりしなきゃいけないの。どうしたらいいの？どうすればいいの？私は誰のことも傷つけたくない。先生を傷つけたり、しなったりしたくない。わかんないよ。
師匠へ。これを読んでるってことは、借りてたヌーが師匠の手元にあるってことだよね。それは僕がこの世に、なんだかはっきり言うと漫画のセリフみたいだからあまり言わないことにします。かっこ笑い。この手紙には僕がお姉ちゃんにうまく伝えられなかった気持ちを書いています。僕の予想だとお姉ちゃんはきっと今ずいぶん落ち込んでいると思います。だから師匠から僕の気持ちをお姉ちゃんに伝えてください。話したいことって何？匠の手紙？なんで先生に？匠。お姉ちゃん、まずはお礼を言わせてください。僕が10歳まで生きることができたのはお姉ちゃんがいてくれたからです。お姉ちゃんがいつも一生懸命僕のために働いてくれたり世話をしてくれたおかげです。この病気の体は何度も何度も苦しい思いをしました。発作の時はその度にテレビのスイッチをプツンと切るみたいにこの命ごと苦しみが消えたらって思ってました。でもいつもそばにお姉ちゃんがいてくれたから僕は頑張ることができたんです。お姉ちゃんが僕がわがままを言おうと弱音を吐こうとそれでも僕に付き合ってくれたからです。いつか僕がお姉ちゃんの自由を奪ってるから僕はいない方がいいんじゃないかって言ったら本気で怒ったよね。こっちは好きでやってんだから文句を言わずに子供らしく言うことを聞きなさいって。誰が何と言おうと自分がこうだと思ったことをやり遂げるお姉ちゃんがとても強く見えました。僕は心配です。それは最近お姉ちゃんの元気がなかったから。僕はお姉ちゃんへの気持ちを伝えられるうちにと思って手紙を書いて師匠に託すつもりです。お姉ちゃんは何かを迷っているように見えます。僕はお姉ちゃんの弟だからわかるんです。そんなのはお姉ちゃんらしくない。迷ってばかりいて何もできないお姉ちゃんじゃ僕は不安で寝てもいられません。ちょっとくらい無理でも間違ってても自分がこうと決めた道を突っ走るお姉ちゃんが好きです。どうせ待ってても結果はやってくるんだから悔いが残らないうちにさっさとやっちゃいなさい。確か最初の手術の時にお姉ちゃんが僕に言った言葉です。お姉ちゃん、いつまでも迷ってないでいつものお姉ちゃんに戻ってください。師匠へ。
いの気持ちなんて思われたら、僕は恥ずかしくって死んじゃいます。かっこ笑い。師匠、お姉ちゃんをよろしくお願いします。お姉ちゃんは間違いなく師匠のことが好きです。だからお姉ちゃんが売れ残ってしまう前に、お姉ちゃんを彼女にしてあげてください。師匠だってお姉ちゃんのことまんざらでもないんだよね。僕には分かってるよ。僕は師匠に会えてよかったです。勇気も夢も優しさも同じ男としてずっと尊敬していました。だから男同士の約束をしてください。お姉ちゃんのこと守ってあげてください。意地っ張りだけど弱虫のところもあるんです。お姉ちゃんは認めないと思うけど、僕のせいでお姉ちゃんは無理をしてるんです。だから僕の代わりにお姉ちゃんを受け止めてあげてください。僕の代わりにお姉ちゃんを守ってください。よろしくお願いします。私のことを心配してくれていたのに、私はつまらないことで落ち込んでばっかりで、子供がずっと大人じゃない。ずっと前から私なんかよりずっと大人だったじゃない。私ずっと逃げてた。突然姫って言われて、大切な人が犠牲になるって聞いて怖くなって、守りたいって気持ちは変わらなかったはずなのに、怖くて逃げてて、みどりちゃんが電話をかけてきた時も本当は助けに行きたかったのに、叱るなんてなくても助けに行きたかったのに、なのに私は何にも見えないことが怖くて、それで逃げてて、大切な人を失いたくないからって戦いを避けて、守ろうとしてたのは誰のことでもない。私の逃げ場じゃない。助けに行きたければ行けばよかった。先生みたいに助けに行けばよかった。私はバカでバカでどうしようもなかった。迷ってばかりで何もできなかった。ダメだった。
匠にいつまでも心配させちゃ、お姉ちゃん失格だもの。天国のあの子に笑われちゃう。どうせ待ってても結果はやってくるんだもん。だったら悔いが残らないように思う通りに動かなきゃ。心配かけてごめんね。もう大丈夫だから。私は私が信じた道を行けばいい。ただそれだけだよね。もしかしたら天国の匠の思いが私たちに喝を入れに来たのかもね。おかげで気づかないふりをしていた自分の気持ちにも向き合わなきゃいけなくなったし、私先生のことが好きです。最初はこんなやつって思ってたけど、ずっと一緒にいるうちに、匠を通して付き合ってるうちに好きになったみたい。先生のことを守りたい、失いたくない、そう思うようになってた。で、匠の手紙に書いてあったこと、あれは本当？とぼけない。私のことまんざらでもないって。先生はどう思ってるの？恋愛禁止なんて理事長先生が姫の覚醒をコントロールするために勝手に作った規則じゃない。しないな。知らないわよ。この場で答えを出さないと望まざる結果が待ち受けてるかもしれないわよ。先生は私のことどう思ってるの？私のセリフじゃない。真似しないでよ。ダメかな。ほら、後悔したくなくて。
先生、キスしたことある？そうだよね。先生は大人だもんね。私のファーストキスの相手が先生でよかった。ずっとね、夢だったの。普通に学校行って普通に恋愛して普通にファーストキスをするの。まあ普通に学校に行って普通に恋愛してっていうのはなんだか違う気がするけど、嬉しかった。先生も私と同じ気持ちで。私決めたから。私は先生のことが好き。先生のことを失いたくない。だから自分の運命に立ち向かうことにする。もしかしたら誰かとの戦いは避けられないのかもしれないけど、うじうじ悩んで先生のことを守れないのは嫌。私、先生のこと絶対守るから。球児さん？球児？なんだかしっくりこないな。やっぱりしばらくは先生でいいよ。今何か変なこと考えてる。先生から。いやー、ちょっと学校からなんでね、名簿をペラペラーっと見て。いやー、元気ってわけじゃないんだけどね。落ち込んでるとどんどん落ちてきそうで怖くてね。
私も直接見たわけじゃないんだけど、ほら、中等部の結城真央って子がいたでしょ。その結城さんなんだけど、どうやら誰かにやられたみたいなのよね。こっちも信じられない話なんだけど、聞く？正直、私もいまいち信じられないんだけど。あのね、どうも結城さんを倒したのは、なんと、風華学園生徒会長、藤野しずるちゃんということらしいんだけど。まあ、私もこの前集まった以外の姫は知らないしね。どちらにしても、京二くんの耳には入れておいた方がいいかなって思って。お兄ちゃん、今の話。今の姫の話だったでしょ。また誰かがやられたんでしょ。私いろいろ知ってるもん。みどり先生のことだって知ってるもん。私だって姫だもん。全然関係なくはないもん。生徒会長って藤野しずる先輩？本格的に戦いが始まったっていうことかな。どうしてそんなに戦いたがるのかな。お互いが傷つけ合って、もしかしたら大切な人が死ぬかもしれないっていうのに。でも、戦いさえしなければ。他の理由？みことちゃんはなんでみどり先生と戦ったんだろう。藤野先輩はどうして戦っているのかな。舞ちゃんは
しかないのかもしれない。高村様、軽食が必要でしたらこの嵯峨野に申し付けていただければ。お嬢様にパシらせようとする方がよほどどうかと思いますが。さあ、ずいぶん前に外出されてまだお戻りになっておられませんが。普段なら遅くなる場合はご連絡をいただけるはずになっているのですが、そういえば見ませんな。お嬢様と一緒にお出かけになられたのでは？高村様、まだそれほど遅いわけでは。先生、どうしたの？帰ってないって、まだ6時過ぎじゃない。それ、どういうこと？わかった。私も探しに出るから。先生、咲夜ちゃんいた？どこ行っちゃったんだろうね。そうね。けど、大切な人を守ろうとしている人は止められないかもしれない。私は先生がそばにいてくれるからまだ大丈夫だけど。
死んじゃ嫌だもん。お父さん、死んでほしくなかったんだもん。月読みは死んじゃった。大きな蛇に飲み込まれて死んじゃった。お父さん、ごめんなさい。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 誠のことも心配。戦いを止めることはもうできないのかもしれないけど、私、このくだらない儀式を終わらせたい。おやすみなさい。先生、先生のこと好きだから。好きって言ったくらいでそんなにびっくりしないでよ。言葉にするだけでなんだか先生がそばにいてくれるみたいで安心できるの。先生、早く。ありがとう、先生。おやすみなさい。ことも何も元からこういうことですよ。先生もいろいろとご存知かと思っていましたが。残念ですが、彼女の思い人は命を落とされたことでしょう。今まで一緒に生徒会をやってきた人がこんなになってるのに、どうしてそんなに平気な顔を。
星読みの舞のシステムにのっとって戦い敗れたのです。こうなることは千鶴さんも分かっていたはずです。そもそも戦いを仕掛けてきたのは千鶴さんの方ですしね。僕ですか？僕は姫星を返すためにやってきただけです。舞姫が決まるのも時間の問題のようですし。そんな。じゃあみんなにこんなひどいことをさせていたのは神崎さん。舞さん、そんな言い方は信頼です。僕を悪者のように言うのはやめてください。とはひどいな。姫星から星を守り、国を守る。それをどうしてやめる必要があるんですか？理事長もおっしゃったはずですよ。姫となることを決めたのは姫たち自身ではないかと。大切な人の思いを捧げ、星に住む全ての人々を守るのです。なんと尊い戦いではありませんか。我々一番地はその儀式を取り仕切り進行させているだけの話。その上で姫星から力を引き出し国を守っているのです。非難されるいわれがどこにありましょう。さあ、姫星は刻一刻とこの星に向かって近づいてきているのです。我が妹巫女と最後の姫時葉舞を倒し舞姫となりなさい。ちょっとミコト、あんた一体何してんのよ。舞、戦え。なんであんたと私が戦わなきゃいけないのよ。私と戦え。ミコト、私は兄上のために戦う。兄上の理想を叶えるために舞姫になる。私は戦うしかないっていうこと？姫として潔く戦え。ミコト、ミコト！ミコト！ミコト、何をしている？攻撃の手を休ませるな。早く神口を呼び出させろ。チャイルドさえ出さなければ戦いは。舞さん、あなたが戦う気がなくても戦ってもらわなくては困る。それは簡単。高村先生の命がかかればあなたの気も変わるでしょう。さあ高村先生、命が惜しければ舞さんにチャイルドを出すように頼むことです。
いでしょう。僕としてもあなたと戦う理由が十分あります。なかなかいい反応です。ですが僕には勝てません。さあ、引導を渡して差し上げますよ。どうですか、マイさん。まだ戦う気になりませんか？このままだと高村先生は、かぐつ市の触媒の先生なのでしょうけど、先生の命が大切ならミコトを倒すことで、もっともミコトのチャイルドを倒すことなどできないと思うけどね。かぐつち
心配を忘れていませんか？そんなに向こうが気になりますか？まあ先生の命がかかっていますからね。でもこっちに集中していないとカミツキよりも先に死んでしまいますよ。僕がさせると思うんです。適当に振り回せば当たるというものでもありませんよ。諦めてはどうですか？
それでは行きます。しょう。Jesus, let's sing it.
が積年の願いがついえるとは。みこと、みこと、すまない。先生。私は大丈夫だけど、みことが。でも、神崎さんが。先生、これで終わったのかな。終わりだよね。しかし、これで終わりではないんだよね。君が最後の姫、みたいだね。まあね、僕には見届ける義務があるから。でも、これで地球は救われる。姫星を回避できるんだからね。私は、どうすればいいの？最後の舞を踊るにはふさわしい場所がある。一番地の介入もなくなり、正当な方法で舞姫が昇った。星読みの舞を本来の形に戻そうか。岩戸を開くためには、まず舞姫に舞台に立ってもらわないと。ここに何があるの？ここには何も。ただ、舞を舞うための舞台ってだけさ。これは一体。さあ、扉は開かれた。図書館へ行くといい。
なんでって言われてもね、どっちかっていうと、扉の上に図書館が立ってるっていうか、僕は知らない。さあね、何者でしょう。そんな怖い顔して睨まないで。先生たちが望む答えは、もうすぐすべて明らかになるからさ。嘘。この下だよ。ん？今さら引き返す気？大丈夫。もう戦いは終わったんだ。それに僕は一番地のような野蛮なことは嫌いなんだ。さて、ここが黒曜宮。姫星を返すための場所さ。舞ちゃんは、ここで舞姫としての役割を果たせば、それで終わり。12の思いの力を使って、姫星の軌道を修正するんだ。さあ、舞ちゃん。どうしたの？どうしてどうしてこんなことのために12人もの姫の思いが必要なの？どうして大切な人の命が奪われなければいけないの？それがあの星を回避できる唯一の手段だからです。時葉さん、あなたのおっしゃることはわかります。ですが、あなたには見えるのでしょう。あの赤くまがまがしく輝く星が。あれは300年周期で地球に近づいては衝突の危機をもたらしているのです。そしてその度に私たちは儀式を執り行い、姫星の脅威を回避してきたのです。それは邪馬台国時代、つまり卑弥呼の時代から行われてきたことなのです。卑弥呼は神に仕える巫女であり、軌道を用いてこの国を予言し、守り、厄災からの回避を行ってきたのです。姫星とて、それらの一つに過ぎません。卑弥呼は姫星の接近を察知し、それを回避する星読みの舞の儀式を生み出したのです。それが12人の姫同士が戦うってことだってわけ。孤独という呪法をご存知ですか？
星読みの舞で取った方法はそれに似ています。そもそも姫星とは、もともと知的生命体の輩出した様々な思いが集まり、結晶化した無意識集合体なのです。この星に危機が訪れようとしていることを察知した卑弥呼は、自らの弟を犠牲にした力によって、姫星を回避することに成功しました。しかし、300年後には姫星が訪れることが分かり、卑弥呼は今後の将来も姫星を回避することができるよう、儀式を作り出したのです。卑弥呼が作り出した儀式は、まさに現在も行われている星読みの舞そのもの。卑弥呼の力は強大であり、必ずしも一人の巫女の力で同じことができるとは限りません。卑弥呼は、確実に姫星を回避するための儀式として、孤独の呪術と同じ方法を用いたのです。姫星を返すための力を持つ姫巫女12人を集め、それぞれが思い人を触媒とし、12体の鬼神を作り出します。鬼神は、倒した鬼神の力を吸収し、強大になっていくのです。最後に残った姫は、12人分の思いの力を持った鬼神の力を制御し、姫星の軌道を変えるのです。ただ、鬼神を呼び出す代償なのか、鬼神が破れると、姫巫女の触媒となった思い人は、命を落としてしまいました。姫星とは、様々な思いが集まった純粋なエネルギー体。その思いを打ち負かすには、大切な人を持つ選ばれし12人の姫巫女が互いを叩き合い、最後に残った者が持つ思いの念、その力を持って回避の手段としたのです。そんな。卑弥呼は、この儀式を後世に伝えるため、さらに自らの思いを犠牲にしています。さらなる犠牲。そのものに実体はない。すべては卑弥呼自身が作り上げた術による存在。卑弥呼が姫星を回避する際に犠牲にした自らの弟の命。それをさらに後世の国のため、民のために捧げたのです。そこにいる穂村凪は、後に生まれる姫巫女たちに星読みの舞を伝える役割を持たせられたものなのです。昔の話さ。そんな、大切な弟を犠牲にしてまで、その上、こんな形でこの世に残しておくなんて。どのみち、姫星が衝突すれば、大切な人も己も死にます。卑弥呼のやったことは、その犠牲を最小限に抑えることによって回避できる方法。それをあなたは非難できないはず。でも、これだけ説明しても、まだお分かりになっていただけないのですか？時葉さん。私は、他に方法はなかったの？11人もの思い人の犠牲を出さなくてもいい方法が。残念ながら。そんな。あなたなら、わずかな犠牲と、膨大な数の犠牲と、どちらを選ぶのです。
それは、人の思いをどうやって止めるというのです。ハラワが、どんな思いで愛しい弟を。理事長先生？理事長先生！実体化？そこまでするなんて、よほど舞ちゃんを買ってるってことかな。わらわは、この者に宿る星読みの舞を作りし者、生き残りし舞姫よ。直ちに星を返すよう命じます。そなたがここで姫星を返してくれれば、また300年は国が守られましょう。少なくとも。そなたとそなたの思い人は、天寿を全うすることができましょう。何に悩むことがあるのです。仮に、私がここで姫星を返しても、また、300年後には同じことが起こるのよね。また私たちみたいな、大切な人を失う恐怖に耐えながら戦って、相手を傷つけて、そんな思いが生まれるのよね。仕方のないことです。仕方がないって何よ！本当に他の方法はなかったっていうの？わらわには星読みの舞を作り出すことが精一杯だったのです。私は嫌よ。私たちみたいに苦しんで悲しんで、そんな女の子たちが生まれるのは嫌。確かに少ない犠牲でたくさんを助けようっていう気持ちはわかる。犠牲を出していいっていう理由にはならない。わらわとて弟を失いました。そなたらの気持ちは痛いほどわかります。だったら私にできることはないの？舞姫ってのは姫星を返すしかないの？あかねちゃんやみどりちゃん、藤野先輩にさくやちゃんに夏希にみことに、みんなの思いの犠牲は姫星を返すためのものでしかないの？あなたは諦めたのかもしれないけど、私は諦めたくない。どんなことでもする覚悟がありますか？そなたはどんな犠牲を払ってでも、そなたの思いを成就させるつもりはあるのですか？方法があるの？わらわの口からはあるとは言えません。可能性の問題ってことさ。そうでしょ、姉上。そなたの寄進、かぐ土は特別な存在。かぐ土は我が弟を犠牲にして生み出した寄進なのです。わらわとてその力は計り知れません。なぜかぐ土が私の？わらわの力では星読みの舞を伝え、国と民を守ることが精一杯。しかしもしわらわの血筋にかぐ土の力を最大限引き出す力を持つ者が現れれば、望みはついえたわけではないのです。だから姉上はかぐ土の存在を血筋の中に封印した。先生の持ってる道剣草薙も関係あるんだよ。よもやこうして草薙をもう一度見ることになろうとは。草薙が星読みの舞のために作られた剣。先生のご先祖小野家は星読みの舞の進行役を仰せつかった家系なんだよ。まあ
一番地の連中が台頭してきたおかげでさっさと衰退しちゃったんだけどね。おかげで僕は彼らに捕まっちゃった。まあ簡単に言っちゃうと、僕たちから国を奪った連中さ。姫星を返すだけでは飽き足らず、姫巫女たちが手に入れる力に目をつけた奴らなんだよ。力は国のため、民のために使ってこそ。しかし姫星を返すことこそが星読みの前の本懐なのです。姫星の危機から国が守られている以上、どうして彼らを責められましょう。星読みの前は完全ではありません。姫巫女と思い人の関係によっては不具合を起こします。そのために草薙を操り、不具合を回避する存在が必要だったのです。星読みの舞を完全に遂行するために、草薙は二振りで一つの剣、もう一本はそなたらも見たことがありましょう。家具土の頭部に刺さっているもう一振りの草薙を、片方の草薙は儀式を遂行させるため、もう片方は家具土を現世につなぎ止め、来世の希望にかけるため、どちらも姉上が残した国と民を守るための剣だよ。時葉舞さんと申されましたね。はい。封印の草薙をなけば家具土本来の力が解放されましょう。その時、もしかしたらそなたが望むような世界が生まれるやもしれません。しかしそれはあるいはの話です。家具土の力で未来が変わるかどうかは定かではありません。ただし家具土の力を解放すれば間違いなく思いの力が犠牲になりましょう。家具土が欲するのは思い人ではなく、そなた自身。私自身。つまり今度こそ私自身の存在を犠牲にしなきゃいけないのね。この世から私の存在が消える。その代わり未来が救える。あくまでかもしれないだよ。先生、もし私がこの世からいなくなっても、私のことずっと覚えててくれる？どう？先生は私のことずっと覚えていてくれる？大切な人を失う思いをするのは嫌なんだよ。それもこんなお互いを傷つけ合うような儀式で、たとえそれがたくさんの人を救うためだとしても、私はもうお父さんもお母さんも匠も死んじゃって一人ぼっち。先生さえ私のことを覚えていてくれるなら、私は残念ながらそうもいきません。家具土が喰らうのはそなた自身ではなく存在そのもの。そなたを思うすべての人からそなたの記憶を喰らうのです。つまりみんなが私のことを忘れちゃうってこと？そなたはそれほどの犠牲を払ってでも後世の姫巫女たちのために星読みの舞を変えたいと申されるのですか？その勇気がそなたにあるのですか？それは
姫星が地球に再接近するまでさほど時間はありません。そなたがどうするのか決めなければ、それこそ我らの時代より犠牲になってきた姫たちの思いまで無駄になってしまいます。タグ土に刺さっている剣は幻。思いの力が生み出すチャイルドを現世に留めるためには、やはり剣も現世のどこかにある。では封印の草薙のある場所は。タグ土と現世をつなぎ止めていた剣は、君たちがよく知っている場所にあるよ。よく知っている場所。そう。その場所は、運命の木。遥か彼方の太古より、思いが紡ぎ出す無限の運命を指し示している木さ。舞姫と星栗の者の力があれば、封印してある剣はきっと抜けるはず。そう。小野家は確実に封印の草薙を守る必要があったからね。この地に誰も手が出せないよう、木の中に封印してたんだ。そして、星栗の草薙は、小野家がこの地を追われる際に持ち出し、そのまま歴史の闇に紛れた。皮肉なのは、一番地の将来を脅かしかねない家具土の眠っている場所に、この風化学園が建てられたことだね。一番地は、家具土のことはもちろん、封印の草薙のことだって知らない。弥勒を作り出す際に、星栗の草薙を模倣し、小野家を追放したことで、満足しちゃったのさ。じゃあその剣を抜いて私が犠牲になれば未来は変わるかもしれない。よく考えることです。このまま封印の草薙を抜かずとも誰もそなたを責めますまい。結果を変えるためには過程を変えることが大事なんでしょ。迷って何もしないでも結果はやってくる。それなら自分が思うままの道を進む方がいい。匠の先生も私にそう教えてくれたわ。私にはそういうのが似合ってると思う。先生、本当に先生は私のことを忘れちゃうのかな。軽蔑なんてしない。むしろ私の方が先生にひどい女だって思われてるかもしれないってちょっと不安。私は先生のことが好きで、先生も私のことを好きでいてくれて、なのに私は変わるかどうかもわからない未来の人たちのためにその思いを犠牲にしようとしている。でも私はこの星読みの舞を変えたい。大切な人を失う辛さを味わうのは私たちだけでたくさん。今まで犠牲になってきた人たちの思いを無駄にしないために私は運命に立ち向かおうと思う。もし運命にこの木と同じようにたくさんの枝があるなら、先生が私のことを忘れずに覚えている枝があったっていいと思う。先生、もう一度聞いていい？先生は私のこと忘れない？
と忘れないから。忘れたって、一生かかってでも思い出してみせるから。でないと、匠に怒られるしね。先生、キスして。先生の体、大きいよね。先生は？バカ！どこ見てんのよ！変態スケベ最悪！もう、こんなやつ、忘れろって言われても忘れられないわよ。これかな？かぐつち、私の願いを聞いて。もうこれ以上、私たちみたいな辛い思いをする人が出ないように。私の記憶が欲しいなら、あげるから。でも、覚えておきなさい。あんたが食ったくらいじゃ、私と先生の絆は壊れたりはしないんだから。かぐつち、残された人の、あかねちゃんやみどり先生、なつきやみことたち、そして先生、教授さんの、すべての人の未来を、守って。
青春ってやつは。ほら、あそこの子なんて、あからさまに夏休みに何かあったって顔してるよ。あれ、そうだっけ？しかしまあ、転校する生徒やら、事故で亡くなった生徒やら、いいことばかりじゃないんだけどね。秋を感じるにはまだまだ早いと思うけどね。ああ、恋ってやつだね。それも重症。相手は誰かな？こいつめこいつめ。そうでした。それでは拙者はこれにてドロンさせていただきやす。うちのクラスの授業だよね。じゃあ、間を取って、お兄ちゃん先生ってことで。うまいものを食べさせてくれ。いちご大福をおごってくれるまで離さないぞ。それじゃあ離れる。
にルームメイトができたんだ。そいつはとてもうまいものを作ってたな。おい、教授、私の話を聞け。泣いているのか？何か悲しいことでもあったのか？師匠へ。舞姫、運命の系統樹。